こんばんは。先輩ジャパニーズカフェへようこそ。ゆるかにです。森かにです。今日もよろしくお願いします。今日は旅行の予約と当日の日本語をやろう。旅行大好きです。切符を買って乗るだけですよね。それがね、宿と切符と当日の受付、この3つで言葉が変わるんだ。楽しい話かと思ったら、急に手続きの匂いがします。その前に前回の復習をしよう。何の話だった？赤ちゃんを迎える手続きの回でした。キーフレーズは、案ずるより産むが易しです。よく覚えてたね。心配するよりやってみると案外簡単という意味だ。私、あれから1回使いました。役所の窓口が怖くなくなりました。いいね。今日の話も知っていれば怖くないの続きだよ。旅行の話でつまずく場所って実は大体決まってる。あります。どこですか？予約の画面と切符売り場と宿の受付、この3つ。わかります。画面の日本語、単語が硬いですよね。そう、日常会話では言わない言葉がそこだけ急に出てくる。ですよね。例えば、素泊まり、1泊2食、指定席、乗車券、払い戻し、このあたりだね。半分くらい意味が曖昧なまま押してました。みんなそうだよ。押せてしまうから気づくのが後になる。はい。後っていつですか？お金が動く時だね。取り消す時と当日の変更の時。一番慌ててる時じゃないですか。だから先に言葉だけ知っておく。今日はその準備の回。なるほど。順番はどうしますか？旅の順番で行こう。まず日程と宿、次に切符、最後に当日。わかりやすい。旅の準備をしながら覚える感じですね。そう、最後に私が毎回やる確認の順番も渡すよ。あれずるい。先に教えてほしかったです。まず日程。旅行はいつ行くかで値段が全然違う。同じ部屋でもですか？同じ部屋、同じ宿でも倍くらい変わることがあるよ。倍。何が違うんですか？混む時期かどうか。混む時期を繁忙期、空いてる時期を閑散期という。繁忙期。閑散期。そう、宿のページでもこの2つの言葉で料金の表が分かれてる。繁忙期っていつですか？大型連休、夏休み、年末年始、あと3月の終わり。全部私が行きたい時期です。みんなそうだから高いんだよ。ですよね。ずらすと安いんですか？1日ずらすだけで下がることがある。特に金曜と土曜は高い。日曜の夜は？日曜の夜は安いことが多い。次の日が仕事の人が多いからね。なるほど。それと早く決めると安くなる料金もある。早割という。早割。早い割引ですか？その通り、早期割引を短くした言い方だよ。はい。安いなら早く決めます。ただ、早割は取り消しに厳しいことが多い。そこは後で話そう。厳しい。何かありそうな響きです。まず日程を決める。そこから全部が始まる。わかりました。日程って、行きと帰りの日ですよね。それに何泊するかも入る。2泊3日みたいに数える。2泊3日。日にちの方が一つ多いんですね。そう、泊まる夜の数と動く日の数を分けて数えるんだ。なるほど。それ、宿を予約するときに聞かれますよね。じゃあ、その宿の話に行こうか。宿を探すとき、最初に決めるのは食事だよ。部屋じゃないですか？部屋より先に食事のあるなしで料金が大きく動くんだ。そうなんですか。食事なしって選べるんですか？選べるよ。食事のつかない泊まり方を素泊まりという。素泊まり。素の泊まり。で、素泊まり。そう、逆に夕食と朝食がつくのが1泊2食。1泊2食。一晩泊まって2回食べる。その通り、朝ごはんだけなら朝食付きと書いてある。その3つで探せばいいんですね。そう、温泉の宿は1泊2食が多くて、町の宿は素泊まりが多い。なるほど。町なら外で食べられますもんね。次が部屋。ここで人数の言い方がいる。2人なら2人。じゃダメですか？大丈夫。ただ画面には大人と子供、それに定員と出る。はい。定員って入れる人数の上限ですか？そう、その部屋に泊まれる最大の人数だね。超えたら別の部屋。空いてるかどうかは
どこを見ますか？空室か満室かで出る。空いてる部屋が空室、いっぱいが満室。ああ、満室。よく見ます。悲しい言葉です。あと和室と洋室、畳の部屋かベッドの部屋か。畳の部屋、憧れます。布団を敷くやつですよね。そう、夕食の前に敷いてくれる宿もあるよ。いいですね。至れり尽くせりですね。そこまで来たらあとは料金の読み方だけだ。料金って書いてある数字を見ればいいのでは？それがね、その数字が一人分か部屋の分かで変わるんだ。一人分。それは困ります。宿の料金には一人当たりと一室当たりの2つの書き方がある。あたりって何ですか？一つにつきという意味。一人当たりなら一人につきその値段。はい、2倍ですね。そう、日本の旅館は一人当たりで書くことが多いよ。へえ。外国のサイトだと部屋ごとが多い気がします。そこが混乱のもとなんだ。だから必ずどちらか確認する。どこに書いてありますか？だいたい数字の小さい字1名様あたりと書いてある。小さい字、1名様。丁寧な数え方ですね。接客の場ではそう数える。人と言わないで名で数えるんだ。覚えました。他に見るところはありますか？税込みか税別か、あとはベッドと書いてある行だね。ベッド。ベッドじゃなくて、違う。別に後から払うという意味の言葉だよ。何がベッドになるんですか？温泉地なら入湯税、それと自治体によっては宿泊税がある。うわ、税金、旅先にもあるんですね。金額は小さいけど現金でと言われることもある。現金、持ってない日に限って言われそうです。だから少しだけ現金を持っていくと安心だよ。はい。あと、予約の後にメールが来ますよね。うん、予約確認のメール、あれは消さないで残しておこう。受付で見せるためですか？それもあるし、予約番号が書いてある。困った時はその番号で話す。なるほど。番号があると話が早いですもんね。そう、じゃあその困った時の話をしようか。行けなくなった時ですね。うん。宿の予約を取り消すとキャンセル料がかかることがある。やっぱり、いつからかかるんですか？宿によって違うんだ。ここは言い切れない。目安もないんですか？形はある。国が示した約款の見本では区切りが決まってる。へえ。約款。難しい言葉ですね。契約の細かい決まりのことだよ。宿泊約款と書いてある。区切りって、どういう区切りですか20日前、9日前、前日、当日、それと不泊、この5つ。術も、止まらないですか？そう、連絡なしで来なかった場合、ここが一番高くなる。連絡すれば、少しは変わりますか？変わることがある。それに宿も次の準備ができるからね。確かに。電話、緊張します。一言でいいよ。予約を取り消したいのですが、で通じる。予約を取り消したいのですが。その後、予約番号と名前を聞かれる。はい。さっきのメールが役に立つわけですね。そういうこと。それと、早割は取り消しの条件が厳しめ。安い代わりに、ということですか？そう、安い料金ほど帰らないお金が増えると思っておこう。怖い。予定が変わりそうな時は、普通の料金の方がいいですか？私はそうしてる。少し高くても動ける方を選ぶ。自由に動ける安心料みたいなものですね。うまいこと言うね。数字は必ず予約画面で確認してほしい。わかりました。宿は分かってきました。次は乗り物ですね。うん、ここからが本番だよ。切符の話は独特なんだ。日本の長い距離の切符は2枚で1組になってることが多い。2枚、2枚。2人分ですか？1人分で2枚。乗車券と特急券。乗車券。乗る券。そのままですね。そう、出発の駅から降りる駅まで線路を使う分の代金だ。はい。じゃあ、特急券は何のお金ですか？早い列車に乗るための追加料金、速さの代金だと思えばいい。なるほど。距離のお金と速さのお金。いい整理だね。だから警察で2枚同時に入れることがある。へえ。あ、重ねて入れるやつ。そう、重ねて入れて2枚とも出てくる。取り忘れに注意。1枚だけ持っていっちゃう人、いそうです。多いよ。降りる駅で足りなくて慌てることになる。
怖い。1枚になってることもありませんか？あるよ。1枚にまとめて印刷される場合もある。見分け方はありますか？券の上の方に乗車券や特急券と小さく書いてある。ああ、小さい字。また見落としそうです。旅行の言葉が小さい字に大事なことが書いてあるんだ。確かに。覚えておきます。他にも券はありますか？いい席の券もある。普通より静かで広い車両の券だね。かいんですよね。長い時間乗る日だけと決めてる人が多いよ。なるほど。私は普通で十分です。だよね。じゃあその普通の席の選び方に行こう。席には指定席と自由席の2つがある。脱指定席。指定される席ですか？そう、何号車の何番の席と決まってる席のこと。号車。車両の番号ですね。そう、ホームの床に号車の番号が書いてあるからそこで待つ。はい。自由席はどこでもいいんですか？自由席の車両の中なら空いてる席に座っていい。安いのはどっちですか？自由席の方が安い。ただ混む日は座れないことがある。立ったまま何時間も？連休の日はあり得るよ。だから繁忙期は指定席を勧めてる。座れる安心にお金を払う感じですね。その通り。指定席を取るとき窓側か通路側かも聞かれる。はい。窓側、通路側。窓側は景色が見える。通路側は出やすい。好みだね。私は絶対窓側です。富士山を見たいので。いいね。それなら進行方向も大事だよ。行きと帰りで見える側が変わる。へえ。そこまで考えたことなかったです。窓口で山が見える側でといえば取ってくれることもある。そんなお願いしていいんですか？ついていればね。ダメでもすみませんと言われるだけだよ。確かに。聞くだけ聞いてみます。それと荷物が大きい人は座席の場所も気にした方がいい。スーツケースですね。大きい荷物が置ける席が決まってる列車もある。ああ、知らないと当日困りますね。そう、じゃあ実際にどこで買うかの話をしよう。買う場所は3つ。窓口、券売機、それと画面の中。券売機。券を売る機械ですね。そう、慣れれば早い。でも最初は窓口が確実だよ。はい。なんて言えばいいですか？4つ言えば足りる。日にち、時間、行き先、人数。順番はありますか？言いやすい順でいい。明日の朝、あの町まで大人2枚。なるほど。2枚で数えるんですね。切符は紙だから3枚。人は3名か人で数える。指定席が欲しいときは？指定席でお願いしますと足すだけ。窓側でも足していい。はい。指定席で窓側でお願いします。完璧。それだけで通じるよ。画面で買うのはどうですか？安い料金があるし席も選べる。ただ受け取りの手順がいる。へえ。受け取り。紙をもらうんですか？その場合が多い。駅の機械で予約番号を入れて出す。また予約番号ですね。旅行はどこでも予約番号が鍵になる。控えておこう。控える。書いておく。ですか？そう、念のため記録しておくという意味の言葉だよ。はい。控えておきます。使ってみました。上手。じゃあ次は買った後に予定が変わった時の話。予定が変わることよくあります。その時の言葉が2つある。変更と払い戻し。脱。違うんですか？どっちもやめる話では。全然違う。変更は別の列車に移すこと。旅は続く。ああ、払い戻しはお金を返してもらう方ですね。そう、旅そのものをやめる時だね。手数料が引かれる。変更にも手数料はかかりますか？ここが面白いところ。使う前の切符なら1回だけ手数料なしで変えられる。1回だけ。2回目は？ 2 回目からは一旦払い戻して買い直す形になる。つまり手数料が発生する。そういうこと。だから最初の変更は慎重にね。はい。手数料っていくらぐらいですか？乗車券は220円。指定席の特急券は早ければ340円。早ければというのは？発車の2日前まで。前の日からは 30% 引かれる。うわ、30%。急に大きくなりますね。宿と同じで直前ほど帰ってこないんだ。乗り遅れたらどうなりますか？そこは厳しい。発車の後は指定席の特急券は無効になる。
向こう、使えないですか？そう、効き目がない。で、向こう、返金もされない。怖い。もう一枚、買い直しですか？ただ、救いもある。同じ日の自由席なら乗れる扱いが多い。本当ですか？それは助かります。ただし、会社と切符の種類で違う。乗り遅れたら、まず駅の係の人に聞こう。自分で決めないで聞く。覚えました。うん、切符はここまで。次はいよいよ出発の朝だ。当日、駅に何分前に着けばいいと思う？ 5分前くらいですか？私は20分前を進めてる。切符の受け取りと売店があるからね。そんなに売店外せませんね。駅で最初に見るのは発車の案内板だよ。はい、大きい画面のやつですね。そう、時刻、行き先、それと何番線かが出てる。番線。番号の線。線路の番号ですか？その通り、ホームが分かれてる駅は番線を見ないと迷子になる。確かに。改札も何個もありますよね。うん。長い距離の列車は専用の改札が別にあることが多い。へえ。間違えて普通の改札に入ったら、駅の中で移動できることも多いけど、時間は食う。だから20分前なんですね。そういうこと。あと、駅弁を買うなら並ぶ時間もいる。駅弁。駅のお弁当。その土地の名物が入ってる旅の楽しみの一つだね。名物。有名なものですか？そう、その土地で有名な食べ物や品物のこと。はい。旅先で名物を食べる。いい響きです。その言い方、そのまま使えるよ。旅先は旅行で行ったところ。旅先で旅先からよく聞きます。さて、荷物を持ってホームに行こうか。乗ったら、まず荷物の置き場所を決める。上の棚ですか？そう、頭の上の棚を網棚という人もいる。網棚。昔は網だったんですか？そうなんだ。今は板だけど、名前だけ残ってる。へえ。大きいスーツケースは上に上がりません。その場合は、一番後ろの席の後ろの空間を使う。あそこ置いていいんですね。列車によっては、事前に予約がいる場合もあるよ。荷物にも予約。びっくりです。混む列車ほどそういう決まりが増えるんだ。なるほど。座席を倒すときも何か言いますか？後ろに人がいたら倒してもいいですかと一言。倒してもいいですか？それだけでいい。言われた側はどうぞと返す。どうぞ。短くて助かります。電話は席では出ないで車両の間のところで話す。デッキって呼ばれてるところですね。そう、日本の列車は静かだからそこは気にする人が多い。はい、静かすぎてお菓子の袋も開けにくいです。でも食べるのは大丈夫。駅弁の車両もあるくらいだよ。堂々と食べます。うん、ただ匂いの強いものは少し気をつけようね。ゴミはどうしますか？デッキにゴミ箱がある。まければ持って降りて駅で捨てる。わかりました。きれいに使って降りるですね。そう、じゃあその降りる時の話に行こう。旅で一番緊張するのは乗り換えだと思う。ですよね。わかります。時間が短いと焦ります。乗り換えの時間を接続ということもある。接続。つながるですね。そう、接続が良い、悪いという言い方をする。はい。接続が悪い日は待つんですね。うん。田舎の路線は1時間に1本ということもあるからね。1本逃したら大変です。だから乗り換えの多い日は余裕を持って組むといい。余裕。時間の余りですか？そう、ギリギリじゃない状態のこと。心にも使う言葉だよ。へえ。心に余裕がない。よく言われます。じゃあ、列車が遅れた時の言葉も覚えよう。遅延ですか？そう、案内では遅れが出ておりますという。おります。丁寧な言い方ですね。駅の放送はそれで統一されてる。慣れると聞き取りやすいよ。遅れて次に間に合わなかったら？係の人に伝えれば、後の列車に振り替えてくれることが多い。助かります。自分で買い直さなくていいんですね。先に買い直すとかえって面倒になる。まず聞くのが早い。かえって逆にということですね。よく気づいたね。思ったのと逆の結果になるときに使う。はい。暮れの照明みたいな紙ありますよね。
遅延証明書だね。学校や仕事に出すためのもの。旅行ではいらないですね。うん、でも言葉は知っておくといい。じゃあ着いた後の話へ。駅に着きました。まず何をしますか？荷物を軽くする。宿の受付は午後からのことが多いからね。ああ、朝に着いたらそれまで持ち歩くんですか？駅のロッカーに預けるか、宿に先に預けてしまう。はい。受付の前でも預かってくれるんですか？多くの宿はやってくれる。荷物を預かってもらえますかと聞く。荷物を預かってもらえますか？それで通じる。預ける、預かるの2つは二重で覚えよう。似てます。どっちがどっちですか？自分が渡す方が預ける。受け取って守る方が預かる。私が預けて宿も預かる。完璧。銀行のお金にも子供にも使う言葉だよ。へえ。身軽になったらどこへ行きますか？駅の観光案内所は行っておくといい。地図をもらえる。紙の地図使いますか？地元の人が書き込んだ情報が載ってる。それが強いんだ。確かに。地元。その土地の人ですね。そう、地元の人しか知らない店という言い方をよく聞く。それ一番知りたいやつです。移動はバスが多いよ。田舎ほど本数が少ない。はい。本数。何本あるか。ですね。そう、時刻表で本数を見てから予定を決めると失敗が少ない。最終のバスも気にしないと。そこ大事。最終といえばその日の最後の便のこと。なるほど。便。飛行機みたいですね。そう、同じ言葉を使う。乗り物の1回の運行のことだよ。最終を逃したら歩きですね。そうならないうちに宿に入ろうか。宿に着いたらまず受付。ここで名前を言う。はい。予約した名前ですね。そう、予約した田中ですみたいに言えば十分。英語だとチェックインですけど、日本語は？そのままチェックインとも言うし、受付とも言う。へえ。両方使うんですね。うん。時間は何時からと決まってる。だいたい午後3時頃。宿によって違いますか？違うよ。予約の画面に必ず書いてある。そこは見ておこう。遅くなりそうな時は連絡した方がいいですか？した方がいい。特に夕食付きの宿は料理の時間があるからね。確かに。なんて言えばいいですか？到着が遅くなりそうです。で通じる。何時頃を足せば完璧。到着が遅くなりそうです。8時頃になります。上手。それだけで宿の人は随分助かるんだ。よかった。受付では他に何をしますか？紙に住所と名前を書く。これを記帳ということがある。記帳。帳面に記すですか？その通り。日本に住んでいない人は旅券も見せることになってる。はい。旅券。パスポートのことですね。そう。書類の上では旅券と書く。覚えておくと役に立つよ。鍵はその場でもらえますか？うん。その時館内の説明も一緒にしてくれる。ああ、館内。建物の中ですか？そう。館内のご案内と書いた紙をもらうこともある。その説明、早口で聞き取れない気がします。大丈夫。聞くのは3つだけでいい。次でそれをやる。受付で聞き取るのは風呂と食事と朝の時間。この3つ。3つだけ。お風呂に時間があるんですか？大きいお風呂が何時から何時までと決まってる。その大きいお風呂を何と言いますか？大浴場。みんなで入る大きい湯船のことだね。へえ。大浴場。長い言葉です。でも看板に必ず出てるから読めると安心だよ。はい。男女は分かれてますよね。分かれてる。ただ時間で入れ替わる宿もあるから注意。入れ替わるんですか？夜と朝でのれんを掛け替えるんだ。だから毎回色を見る。怖い。ちゃんと見ます。食事の時間も聞いておこう。朝食は何時からと。朝食は何時からですか？それで完璧。会場はどこですかも足すといい。はい。会場。会う場所。食べる場所ですね。そう。宿の中の広間だったり部屋だったりする。部屋で食べられるんですか？そういう宿もある。部屋食という言い方をするよ。いいなぁ。部屋食。贅沢な響きです。そして3つ目が朝の出る時間。ここが一番大事かもね。チェックアウトですね。そう。
そう、日本語では退出やお帰りの時間と言われることもある。退出。部屋を出る。ですね。そう、だいたい朝の10時頃、早い宿もあるから確認しよなるほど。その3つなら私でも聞き取れそうです。う。じゃあ最後、帰る日の話をしよう。帰る日は何をしますか？鍵を返して使った分を払う。これを清算という。生産。生産。計算とは違いますか？計算は数を出すこと、清算は最後にきちんと払い終えること。なるほど。何を追加で払うんですか？冷蔵庫の飲み物、館内で頼んだもの、それに前に話した税。入湯税ですね。よく覚えてたね。現金でと言われることがある。あれ。はい。時間を過ぎたらどうなりますか？延長の料金がかかることがある。頼むなら前の日に言っておく。ああ、延長。伸ばす。ですね。そう、契約でも電車の路線でも使う言葉だよ。帰る前に荷物をまた預けられますか？できるよ。部屋を出た後も夕方まで預かってくれる宿が多い。助かります。最後まで遊べますね。あと、忘れ物。これが本当に多いんだ。何を忘れますか？充電器と洗面所のもの、あと干した洗濯物。うわ、全部やったことあります。だから部屋を出る前に一周だけ見て回るといい。気づいたのが家に帰ってからだったら、宿に電話しよう。忘れ物をしたのですが、で伝わる。忘れ物をしたのですが、その後、泊まった人、部屋の番号を伝える。送ってもらえる。はい。送料は自分で払うんですか？そうなることが多い。着払いでいいですかと聞かれる。着払い。ついてから払う。わかりやすいです。これで旅の言葉は一通り揃ったよ。最後に確認の順番を教えてくれるって言ってましたよね。私は出かける前に4つだけ見る。4つ。それだけでいいんですか1つ目、日にち。予約の日にちが合ってるか。はい、そこ、間違える人いますか？多いよ。1ヶ月ずれてたという話は毎年聞く。怖い。2つ目は？人数と名前、予約した名前と行く人が合ってるか。なるほど。3つ目。取り消しの決まり。いつからいくらかかるか。あれ、予約の後は見ないですよね。そう、だから困る。予約した日に一度読んでおくと違うよ。確かに。4つ目は何ですか？連絡先、宿の電話番号を紙かスマホに控えておく。控えておく。さっきの言葉ですね。遅れる時も忘れ物の時もその番号が助けてくれる。日にち、人数と名前、取り消しの決まり、連絡先。完璧。この4つを見る癖がつくと旅が楽になるよ。はい。でも一番の問題は、私、なかなか決められないんです。行きたい気持ちはあるのに。はい。考えてるうちに、いい部屋が満室になります。その話にぴったりの言葉があるよ。今日のキーフレーズだ。ちょっと整理してみようか。思い立ったが吉日。何かをやろうと思った日が一番いい日だという意味だよ。だからいい日を待たないでその日に動く。もう一回言ってもらえますか？思い立ったが吉日。吉日。いい日という意味ですか？そう、縁起のいい日のこと。昔の暦から来た言葉だよ。へえ。思い立った派？ふとやろうと決めたということ。急に心が動いた感じだね。なるほど。旅行にぴったりですね。使い方を3つ見よう。まず、自分に言うとき。思い立ったが吉日、今夜予約しちゃおう。軽くて使いやすいです。次に、迷ってる友達を押すとき。思い立ったが吉日って言うし、言ってみたら。背中を押す言い方ですね。3つ目は、旅行以外、習い事でも連絡でも使える。久しぶりの人に連絡するときにも。そう、それが一番いい使い方かもしれないね。確かに。私、今日決めます。いいね。じゃあ皆さんも一緒に言ってみよう。3、2、1。思い立ったが吉日。もう一度、ゆっくり。思い立ったが吉日。上手。じゃあ今日の宿題。
行きたい場所を一つ声に出して言ってみて。言うだけでいいんですか？うん、声に出すと日程を調べたくなるから。それが第一歩ですね。今日は旅行の予約と当日の日本語をやったね。宿の素泊まりと一泊二食から始まりました。切符は2枚立て、乗車券と特急券だったね。変更は1回だけ、手数料なしも覚えました。うん、ただ金額も決まりも会社と宿で変わる。最後は予約の画面と窓口で確認ですね。その通り、言葉を知っていれば聞くのが怖くなくなる。今夜、日程だけ見てみます。それが思い立ったが吉日だよ。いってらっしゃい。皆さんも、良い旅を。今日も、ありがとうございました。またここで会いましょう。おやすみなさい。